この映像は、昭和20年4月、空母ヨークタウンより撮影されました。宮崎県、泉より発進した、銀河隊の一機であります。火を吹きながら敵艦に突進する、最後の姿です。少しだけホッとする映像について、救助された搭乗員の調査を行っていたところ、新たに救助された搭乗員がいることが、分かりました。映像だけでは情報が少ないため、関係する各艦の戦闘日誌の調査を行いましたので、2つの救助された事例を合わせて紹介します。4月17日、空中分解する銀河より、脱出した搭乗員の救助を行った艦は、駆逐艦、ノーマンスコットです。空母ランドルフの記録と合わせて、この戦闘記録を見ますと、銀河が撃墜されたのは、4月17日午後2時頃と判断できます。ノーマンスコットに引き上げられたのは、午後3時36分。医官の手当てを受けた後に、空母ヨークタウンに搬送されました。ヨークタウンの記録では、簡潔ですが、搭乗員は捕虜となり、ヨークタウンに移送されたことがわかります。なお、銀河を撃墜したのは、ヨークタウン所属の直縁機であると報告しています。救助後の映像記録は、見出せませんが、戦闘記録より、搭乗員はパラシュート降下の後、駆逐艦ノーマンスコットにより救助され、機関、ヨークタウンに移送されたことがわかります。次に、同時期映像に残された、搭乗員について各戦闘記録より説明します。この映像は4月14日、駆逐艦メルビンにより救助された搭乗員です。ヨークタウン移送中に撮影されたものです。この搭乗員は偵察任務を受け、一式陸上攻撃機で台湾より発進し、午前0時30分、米直縁機により撃墜されました。駆逐艦メルビンより、3名の救助活動の様子が撮影されています。午後3時18分、2名の米水兵が海に飛び込み、負傷していた搭乗員にロープをつなぎ、艦上へ引き上げました。2人目も、ロープに捕まり乗船できました。3人目は、水兵の助けを借りて乗船しました。3名は、撃墜後10時間以上漂流していましたが、1名が軽傷を負っただけでした。海軍航空隊の少尉、1飛装、2飛装の3名で、午後5時19分、機関ヨークタウンへ移送されました。さて、メルビンの戦闘日誌には、このような記載があります。最初に発見された男性が、乗船を拒否した後、すべてのライフル、サブマシンガン、ピストルは保管された。最初に発見された男性とは、2番目に引き上げられた搭乗員です。当初、彼は捕虜になることを拒否していました。戦闘日誌には、このようにあります。最初の日本人を説得して、乗船させようとしたが、彼は泳いで船から離れた。この時メルビン艦上において、どのような雰囲気になったのか、想像に難くありません。しかし、即座に指揮官の命令が出たことが、この記録よりわかります。3人の搭乗員は救われました。その事実で、十分です。